こんにちは、月島です。フォーカスライトスカーレットソロレビュー第2回目の今回は、スカーレットソロをパソコン上でコントロールできるフォーカスライトコントロール2の操作方法を中心に見ていきたいと思います。また、声とアコースティックギターも録音してみました。目次です。フォーカスライトコントロール2の使い方、コンデンサーマイクの使い方、声とギターを録音してみる。最後にまとめと次回予告です。初めてフォーカスライトのオーディオインターフェースを使用する場合は、アカウントを作成して初期設定を行います。スカーレットソロをパソコンに接続すると Easy スタートモードが起動してフォルダーが開きます。アイコンをクリックするとウェブサイトが開きますので、指示通りにセットアップを行います。日本語に対応したサイトですので、スムーズにアカウント作成や初期設定が行えます。また、登録をせずに必須ソフトウェアのみを入手することも可能なようです。私はこの表示された次のページに進み、アカウントを作成してオーディオインターフェースを登録しました。フォーカスライトコントロール2はスカーレットインターフェースをコントロールするためのソフトウェアです。公式サイトからダウンロードして使用することが可能で、オーディオインターフェース本体のアップデートなどもこのソフトウェアを介して行います。また、ソフトウェアが日本語に対応しているのは嬉しいポイントです。そして、フォーカスライトコントロールとスカーレットソロ本体のインジケーターは連動しています。例えば、ダイレクトモニタリングをオンにすると、スカーレットソロ本体のインジケーターが緑色に変化します。ファンタム電源をオンにすると 48V のインジケーターも緑色に変化します。これは確認がしやすくて良い機能だと思います。インプットのページを見るとアナログ1と2のチャンネルが表示されています。アナログ1はオーディオインターフェースの前面にある端子のチャンネルで、アナログ2は背面にある端子のチャンネルです。アナログ1のメーターにて楽器の入力レベルを確認できます。メーターの下にあるインストボタンはエレキギターなどを接続した時に使用します。アナログ2はマイク用のチャンネルです。メーターの下にはファンタム電源、エアーを操作できるボタンがあります。コンデンサーマイクを接続した時にはプラス 48V をオンにします。エアーボタンはスカーレットソロのプリアンプのモードをオフ、プレゼンス、ハーモニックドライブの3つから選ぶことができるものです。マニュアルにはオフはクリーンなプリアンプ、プレゼンスはアナログ回路によりプレゼンスを強調、ハーモニックドライブはエアー回路に加え倍音成分を付与と記載されています。後で実際に録音して違いを試してみたいと思います。また、ファンタム電源やエアー機能などのオンオフはスカーレットソロ本体のボタンで行うことも可能です。上部にダイレクトモニタリングをオンオフできるボタンがあります。レコーディングするときはダイレクトモニタリングが必要ですのでオンにしておきます。初期設定はオフでした。これらのフェーダーを操作することでインプット音量と DAW からのオケの音量をバランスをとってモニタリングすることができます。そしてメーターの下にはチャンネルのミュート・ソロボタンがあります。フォーカスライトコントロール2の右上にあるリーダーアイコンをクリックして初期設定ページを開くとサンプルレートのページが開きます。ここでサンプルレートの設定を行うことができます。フォーカスライトコントロール2各フェーダーの状態をプリセットとして保存しておき、後から設定を呼び出すことができます。コンデンサーマイクの使い方について見ていきたいと思います。1、マイクケーブルをコンデンサーマイクに接続する。2、マイクケーブルをオーディオインターフェースに接続する。3、ファンタム電源をオンにする。4、入力レベルを調節する。は、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 は。以上の手順でコンデンサーマイクを使用することができます。また、
息の吹かれを防止するポップガードもコンデンサーマイクを使用した音声のレコーディングには必須のアイテムです。今回の録音に使用したコンデンサーマイクはオーディオテクニカ AT2035 です。また比較としてエアーなし、エアーありプレゼンスモード、エアーありハーモニックドライブモードを使用して録音しました。それでは再生していきます。こんにちは、月島です。この声はエアー機能なしで録音しています。こんにちは、月島です。この声はエアー機能ありプレゼンスモードで録音しています。こんにちは、月島です。この声はエアー機能ありハーモニックドライブモードで録音しています。録音された音を聞いた第一印象としては、とてもクリアな音で録音できたと感じました。また、エアー機能については、エアーなしだと音源のそのままの音が録音されるようです。エアーありプレゼンスモードの場合は、高音が少し持ち上がり、低音が抑えられるようです。アナライズした波形にも違いが現れています。エアーありプレゼンスモードの場合の方がエアーなしより高音から低音までバランスが良い波形をしていると感じました。エアーありプレゼンスモードは歌い文句通りに空気感を感じて聞きやすい良い音で録音されている印象です。そして大きく音が違うのはエアーありハーモニックドライブモードです。聞いた瞬間から録音された音が違うことがわかります。いかにもヴィンテージ機材を使用して倍音成分がしっかりと付加されている感じです。だいぶ録音した音に癖がある印象を受けました。この感じでボーカルを録音した場合は楽曲のオケに馴染んでくれるのか、私は少し心配になってしまいます。ただエレキギターやエレキベースなどにはハーモニックドライブモードがあった方が録音結果は良いかもしれません。以上の考察を踏まえると、私が実際にレコーディングするときはエアーありプレゼンスモードを使用すると思います。今回の結果は今後実際にボーカルレコーディングする際のモード選びにとても参考になりました。一番シンプルなエントリーモデルのスカーレットソロでしたが、ノイズもなくしっかりとしたクリアな音で録音することができるオーディオインターフェースだと私は思いました。ソフトウェアとの連携も問題なく、操作もスムーズで録音途中に不具合もありませんでした。スカーレットソロはコンパクトで軽くボーカルレコーディングに使用するといった私の用途にぴったりと合うオーディオインターフェースだと感じました。今回スカーレットソロを選んで良かったと思います。スカーレットソロを購入すると1000ドル相当のたくさんのソフトウェア音源やエフェクトプラグインが付属してきます。次回はその中からピックアップして使い方などを見ていきたいと思います。まずはフォーカスライトの RED2 と3のプラグインスイートです。これは以前からとても気になっていて使ってみたいと思っていたイコライザーとコンプレッサーです。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。